こんばんは、ゆうかです。今日は朝早く起きたのにやらなきゃいけないことがあって、もうこんな時間。何をやっていたかは本編と関係ないことですので、この動画の最後のおまけにお話ししようと思います。さて、今回作っていくのはこちら。じゃーん。リアルグレードの量産型ズゴックです。リアルグレードのズゴックはシャア専用カラーが一般発売されていて、こちらの量産型カラーがプレ版限定のようです。作りは一緒で色が違うだけかなと思いますが、リアルグレードにしては箱すごい薄めなので、もしかしたらすごく作りやすい量キットなんじゃないかと期待しております。それでは本編をご覧ください。早速開けていきます。ランナーは8枚。カッター板からはみ出ちゃってますが少ないです。うち1つは内部フレームのパーツになってます。それとリアリスティックシールが1枚、量産型ズゴックのマーキングシールが1枚、冊子の説明書が1冊入っています。日付変わる前に作り終えるかな。説明書に沿って組んでいきます。まずは足です。こちらが右足、こちらが左足、それぞれ35パーツずつあります。思ってたよりしっかりリアルグレードなのかも。このキットの内部フレームはアドバンスド MS ジョイントが採用されています。先ほどお見せしたこれです。内部フレームがほぼ完成した状態なので、細かい組み立てが不要な上、複雑な動きを再現するための設計がされており、関節のスムーズな稼働が可能となっています。またフレーム強度がしっかりあるため、完成後のプロポーションが崩れにくいのもいい点です。反面悪い点としては、無理に動かして破損した場合のリカバリーが難しかったり、関節が硬すぎたり、逆に肘や膝は緩くなりやすい傾向があるようです。個人的にアドバンスド MS ジョイントは最初からしっかり稼働する状態になっているので、本来動くはずの関節が動かないなんてミスが起こらないのがとっても助かりました。外装を取り付けた後に間違いに気づくと、もう一度バラすのが大変なんですよね。安心して組み立てを進められるのも大きなメリットだと感じました。大変だった。はい、両足ができました。両足とも想像以上に細かかったです。ハイグレードのズゴックを作ったことがあるんですけど、全く違うモビルスーツなのかなって思うぐらい情報量が凄まじいです。こんな形をしていたんですね。こういった装飾や足先のこんな小さなパーツまで別パーツであったり、膝のここなんて内側から見ると別の色のパーツが入っていることがわかります。細かいです。ぐっと膝を曲げると、中からこのように膝のお皿に当たる部分のパーツが出てくるようになっています。足先もこのように動かすことができます。底がちゃんとプロペラなのも細かいなと思います。次はボディです。パーツの数は驚異の58個。頭とバックパックがセットにしてもうすごい量。気合い入れてやってかんと。成型色は全体的に落ち着いたトーンで、どこかおしゃれなカラーリングになっています。特に薄いすみれ色、くすみがかったブルー、そして緑がかったダークブルーの組み合わせが絶妙で、単調にならずにしっかり立体感が出ています。リアルなミリタリー感もありつつ、少し洗練された印象を受けるのがいいですね。成型色だけでここまで雰囲気が作られているので、素組みでも十分入るのが嬉しいポイントです。塗装できる人は一般販売されているシャア専用カラーのキットを塗ればいいかもしれませんが、私はリアルグレードの塗装ができないので、プレ版でこのカラーを買ってよかったなと思いました。胴体もアドバンスド MS ジョイントに外装をつけていく作りです。パーツ数が多いけど噛み合わせがしっかりしていて、ずれることもなくスムーズに組み立てられたのも嬉しいポイントでした。はい、ボディができました。ものすごいパーツ量でした。でも塗り分けが非常に細かいです。
物合いや物合いカバーにクリアパーツが使用されているのでとてもリアルに感じます。背中のジェットパックは左右に動かすことができます。腰の可動域は広くはないですが、前後のみならず左右にも動かすことができます。最後に腕を作っていきます。パーツは片腕20個。これまでで一番少ない。よかった。腕の作りもこれまで同様、アドバンスド MS ジョイントに外装をつけていきます。蛇腹状になっている分、パーツが多く、それぞれつける位置が少し難しく感じました。私はあまりリアルグレードを作らないのですが、これまで作ったリアルグレードと比べると一番作りやすく感じました。初めてリアルグレードを作る方や、久しぶりにリアルグレードを作る方で、アドバンスド MS ジョイントを体験したことがない方にもおすすめできるキットだと思います。はい、両腕ができました。特徴的な爪はもちろん、蛇腹状のデザインがしっかり再現されていてとってもかっこいいです。一つパーツが落ちちゃってることに編集している今気がつきました。アイアンネイルはそれぞれ独立して稼働します。腕を曲げてみるとこんなに曲げることができました。すごく滑らかな曲線です。すべてのパーツができたので合わせてみます。はい、リアルグレード量産型ズゴックの完成です。墨入れをして付属のシールを貼った状態です。さすがリアルグレードだけあって素組みでこの重厚感。モールドが多すぎないので墨入れ初心者の方でも手軽に楽しめると思います。シールもそれほど白置きせず自然に馴染んでくれました。物合いを動かす場合は頭頂部のパーツを外し、中のパーツを直接動かすことで視線を変えることができます。ポージングをつけてみました。ズゴックは付属の武器がないためポージングはシンプルになりがちですが、それでも十分かっこいい。横から見るとちょっとユーモラスなのもご愛嬌ですね。アイアンネイルを4本仕様に変更しました。こちらの方が攻撃力が高そうに見えますね。好みに応じて付け替えが可能です。ちなみに立たせる様子がこちら。鏡のようなツルツルした土台では足の関節が耐えきれず滑ってしまうこともあるので、足の開きすぎには注意です。可動域は広く、片膝立ちも余裕。このポーズでも股関節のパーツが外れたり飛び出したりしないのには驚きました。肩関節は後ろにはあまり動きませんが、腕を前に出すと内部のパーツが引き出され、安定感を保ちつつ広い可動域を実現しています。これならジョジョ立ちもいけるかもと思いましたが、さすがに腕が短すぎましたね。誰のポーズかわかりますか？こちらのパーツを使ってアクションベース2に乗せることができます。手持ちがなかったためお見せできずごめんなさい。また一般編の同スケールフィギュアも付属しています。お値段は2750円。リアルグレードとしては比較的手を出しやすい価格なので、気になる方はプレ版の次回生産をチェックしてみてください。というわけで今回はリアルグレードの量産型ズゴックを作りました。結局日付変わる前には終われず、今の時間が1時20分。量が少なく見えてもリアルグレードはリアルグレードだったということですね。今回の動画も最後まで見てくれてありがとうございます。励みになりますのでチャンネル登録とグッドボタンで応援いただけたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。撮影開始が遅くなった理由は部屋を片付けてたからでした。なぜ散らかってるかというと、家族を迎えたからです。ペグーのてんちゃんです。よろしくね。まだ生後2ヶ月経たない赤ちゃん。可愛くて毎日幸せです。サブちゃん作ろうかな。